私はまず有名なアリとキリギリスのイソプ寓話から始まる。夏の間、勤勉なアリは冬の食料を蓄えるためにせっせと働いた。一方の気楽なキリギリスは自由に遊んで過ごした。やがて冬が到来した。アリは生き残り、キリギリスには悲惨な現実が待っていた。この寓話の教訓は、人生には働くべき時と遊ぶべき時があるというものだ。私たちはキリギリスの末路を知っている。飢え死だ。しかしアリはいつ遊ぶことができるのか、いつアリは楽しい時を過ごすのでしょうか。短い人生を奴隷のように働いて過ごし、そのまま死んでいいのでしょうか。次の3種類の主題に対して一つずつ説明する。1番目、今しかできないことに投資する。2番目、ゼロで死ぬ。3番目、金の価値は加齢とともに低下する。1番目、今しかできないことに投資するに対して、私たちは喜びを先延ばしすぎている。いつ使うかもわからない金を溜め込んで、今しかできないことを見送り、金のために多くのことを失っている。死は人を目覚めさせる。死が近づいて初めて私たちは我に帰る。先が長くないと知り、ようやく考え始める。自分は今まで一体何をしていたのだろう。これ以上先延ばしをせずに、今すぐ本当にやりたいことや大切なことをするべきだと初めて気づく。私たちはまるで世界が永遠に続くかのような感覚で生きる。もちろんそう考えるのはある意味があり、合理的だ。
毎日人生が最後の日のような気持ちで生きるのは難しいだ。喜びをある程度先送りするというのは悪いないだ。長期的に見ればその方が報われるからでありますが、残念なことに私たちは喜びを先送りしすぎているんだ。で、遅れになるまでやりたいことを我慢し、ただただ金を節約する人が無限に続くかのような気持ちでそんなことを続ける。人は老化には逆らえないから、いつかは誰もが死んでしまうのだから、限られた時間の中で最大限に命を燃やす方法を考えなければならないだ。十分な金を得た時はすでにそれができない年齢かもしれません。時間を取り戻すことはできないだ。金を無駄にするのは恐れて機会を逃してしまうのはナンセンスだ。金を浪費することより人生を無駄にしてしまうことの方がはるかに大きな問題ではないでしょうか。夢を追い求めることを諦め、安定した退屈な仕事に落ち着こうとしている25歳やたっぷりと貯金があるのに長時間労働を続ける60歳は人生を無駄にして今を生きることを先送りにしている。大事なのは自分が何をすれば幸せになるかを知り、その経験に惜しまず金を投入すると、当然それは人によって異なる。何に価値を見出すかは人それぞれで違う。人生の充実度を高めるのはその時々にふさわしい経験だ。自分はなぜお金を貯めているのだろうか。なぜ今しかできないことを我慢して今しか会えない大切な人との時間を削って働き金を貯めているのか。経験の価値を信じなさい。何かを経験するのに必ずしも金は
入りません。無料でできることもたくさんありますが、価値のある経験にはある程度の費用はつきものだ。一生記憶に残るような旅、素晴らしいコンサートのティケット、起業という夢の追求、新しい趣味など、これらの経験にはどうしても多少お金かかりますよね。時には莫大な額が必要になるだが、それは使う値打ちのある金だ。心理学の研究でも、人は物ではなく経験に気の使う方が幸せになれることを示している。物は買った瞬間の喜びは大きいですが、次第にその喜びは減っている。しかし経験から得る価値は時間の経過とともに高まっていく。節約ばっかりしていると、その時しかできない経験をするチャンスを失う。その結果、世界が必要以上に小さい場所になってしまう。なぜならば、人生は経験の合計だからだ。私たちは人生で何を経験したいのか、些細いものでも壮大なものでも結局だ。ただでも高価でもチャレンジでも快楽主義的なものでも何でも構いません。とにかく有意義で思い出に残るものという観点から、一度きりの人生で本当に何がしたいのかを考えてみましょう。なぜそんなことを考える必要があるのかは、人生で一番大切な仕事は思い出作りだからだ。最後に残るのは結局それだけだ。最後に振り返った時、その合計された経験の豊かさがどれだけ充実した人生を送ったかを測る物差しになる。どんな経験がしたいのかを真剣に考えて、それを実現させるために計画を立てるべきだ。そうしなければ、社会が引いたレールの上をただ進むだけの人生になってしまう。2番目、ゼロで死ぬ。必要以上に防ぐために働くことをやめるのは実際はとても難しいだ。何しろ
働けば金という社会に公然と認められた形の報酬が得られるからだ。稼ぎ続ける自分に誇りを感じ、特に何を目的もないが、なんとなく金を防ぐために働き続けてしまう人が多いだ。実際どれだけ働いて金を稼いでもまだ稼ぎ足りないと感じる人は多いだ。資産が増えるにつれてゴールポストも動き続ける。それは収入の量とは関係がありません。目標1億円を貯めてもいざ1億円を貯まっちゃうと1億はなんか少ないともっと貯めたいなと言って資産が増えるにつれて目標貯金額もどんどん高くなってしまう。莫大な時間を費やして働いても稼いだ金をすべて使わずに死んでしまえば人生の貴重な時間を無駄に働いて過ごしたことになる。例えばあなたが1億円の資産を残して死んだらそれは1億円分の経験をするチャンスを逃したことだ。そして使いもしない金を稼ぐために人生の時間を無駄にするのはやめろ。生きているうちに金を使い切る。つまりゼロで死ぬを目指してほしいだ。そうしないと人生の限りある時間とエネルギーを無駄にしてしまう。もちろん死ぬ前にゼロに到達するべきではありません。死ぬ直前に一つ思いをしたい人はいないからだ。いつ死ぬかが分かっているのならば、その時までに金を使い切れば最大限の喜びだ。安全にかつ不要な金を残さないためには人が生きられる最長の年齢を想定すればよいだ。自分の寿命に意識的になることはこれから人生でどうすれば
金を最適に使えるかを考えるための最初のステップだ。喜びを味わう機会を逃しながら生きるというのはとってももったいないことだ。では、喜びに投資するタイミングを逃さないようにするためにはどうすればよいか。それは資産を切り崩すタイミングを見極めることだ。45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めると良いだ。自分が可能な限り長寿を全うすることを前提に自分がこの後使う必要な金額を計算し、45歳から60歳の間に資産を切り崩し始める。60代や70代になっても純資産が増え続けているならゼロで死ぬことにはなりません。私たちは人生のある段階でまだ経験から多くの楽しみを引き出せる体力があるうちに純資産を取り崩していくべきなんだ。今、ちらっとまだ経験から多くの楽しみを引き出せる体力があるうちに使ってください。私たちは年を取るにつれて経験から楽しみを引き出す能力が下がっていく。3番目、金の価値は加齢とともに低下する。だから若い頃に無駄に金を貯め込まず、ちゃんと人生が豊かになる経験に金を使ってゼロで死ぬべきだ。私たちは40代に金を使うのと60代で金を使うのは同じことだとは思っていないでしょうか。しかし端的に言えばまだ若くて体力があるうちに金を使った方が絶対に良いだ。年を取れば健康は低下し、物事への興味も薄れていく。西洋も現代し、創造性も低下していく。かなりの高齢になり、
衰弱してしまうと、できる活動は限られる。そうなったら、金がいくらあっても、もう役には立たないだ。ベッドに寝転んでテレビのクイズ番組を見ることくらいしか特にしたいこともなくなるんでしょう。金から価値を引き出す能力というのは年齢とともに低下していく。同じ10万ドルを使うにしても価値を引き出せるのならば、80代より50代の時の方がもっと良いだ。80代に使うべき金の一方を50代回すことの方が人生を豊かにするための賢明な判断だ。同じ理由で20代や30代、40代に多くの経験ができるように、多めに金を使い、老後は支出を開えるという方針を立てることもできる。50代で使う100万円を80代のために貯金しておくというのは、言い換えると、80代の自分が50代の自分から100万円をむしり取っているのと同じことだ。経験を楽しむ能力も、金から価値を引き出す能力も下がっている将来の自分が今の自分から金をむしり取っている。そう考えると能力が高いうちに確かに金を使うべきなんかなという気がしてくる。経験から価値を引き出しやすい年代に貯金を抑えて金を多めに使う。私たちはずっと老後のために勤勉なアリのように金を貯めるべきであると言われ続けてきた。20代の時に行けなかった旅行をまだ体力がある30代に楽しむことはできるでしょう。しかし体力が落ちていく時、先延ばしできる期間にも限界が出てくる。実際のところ、私たちが考えているほど先延ばしできない
経験というのは多いだ。一番の悲劇は死の間際まで機会を逃したことへの後悔の念を抱いて生きることだ。